動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画は未来の稼働実績を予測してみようというところで、医療・介護にちょっと特化した内容でお話ししていこうかなと思います。どういうことをするかというと、こちら、利用者管理で今何人入所している。で、入所日と退所日を入れていって、1週間先までの稼働予測を自動的にクルーデータで計算して出していこうというような内容になっております。ドリルの一番下に行っていただくと、今回使う均等のアプリテンプレート、サンプルデータ、すべて設定をし終わっているクルーデータの設定ファイルをダウンロードできますので、まずそちらをダウンロードいただいて、アプリの展開、そしてサンプルデータを入れていただきたいです。で、サンプルデータを入れていただきますと、この画面になるんですけれども、今回は未来、1週間先の情報も入れていきたいので、2つレコードを追加いただきます。お一人は入所予定で、明日、今設定いただいている日の明日に入所予定の AAA さんと、もう一人は、すでに入所されている方をお一人、退所予定にして2日後、今日で行くと1、2なんで12日ですね。2日後に退所する方のこの2つのね、レコードを作ってから、クルーデータの設定に入ります。はい、クルーデータの設定です。まず、入力アプリ。こちらで利用者管理を選んでいただきます。で、今回は、状況で入所予定、入所退所予定。退所の方以外、今入所している人、今後入所する人、今後退所する人の情報が欲しい。フィールドの情報は状況、入所日、退所日にしていただくと、このような形で、入所する方も含めて全員で17個データが出てくる。で、今回は人数を計算していきますので、定数を追加選んでいただいて、数値、人数数値1って入れていただいたら、それぞれにね、人数のための数値が入ります。そしてデータ編集を入れていただいて、今日の日付を基準にしたいので、こちらを日付で数式で、こちらで today こうしていただくことで、それぞれに今日の日付が入るようになりました。ここからですね、それぞれ今日何人いるのか、明日何人入所されて何人退所されるのかみたいなところのデータを作っていきます。まず今日の日なのでフィルターを一つ置きます。で、つないでいただきまして、入所と退所予定ですね。例えば夜の11時にしたときに、今入所している人と今後退所する予定がある方を抽出したい。となっていくと16人という形になります。この16人というデータが欲しいので、グループ化をします。このような形で日付をグループ化する項目にしてですね、人数、基準日入所数としていただくと、日付が3月10日、今日、基準日の入所数が16というデータが出てきます。明日入所の予定と退所予定の方を調べていきますので、つないでいただいて、まず、1日後の日付が知りたいので、既存フィールドのデータを置き換えで日付を編集。日付を加算で今日から1日後にしていただきます。そうしてこちらを日付にしていただいて、はい、このような形で、今日に1日足す。そうすると日付が今日10日なんですけど、11日の日付がバーッと出てくるかなと思います。ここでフィルターを3つ追加しまして、はい、当日入所予定、退所予定とさせていただきます。当日の場合はですね、状況が先ほどと一緒、今入所している方々の情報が欲しい。で、入所予定のところは、入所日が今日から1日後、今日から1日後の方が同じですね。退所日で、今日から1日後ですね。でこうすると、退所予定の方は今日から1日後。今回はね、作ってないのでいないですけれども、作るとここで出てきます。
基準日ですね。基準日にいる人、明日入所される人、明日退所される方というデータができますので、それぞれ先ほどね、ここと同じような形で、それぞれグループ化で人数を出していきます。で、それぞれ人数と日付、人数、日付にしまして、一番上を基準日入所数、入所増加数、入所減少数としていただくと、このような形で、人数が出てくるようになりますので、それぞれですね、レコード結合して、レコード結合すべてのフィールドを含めるにしていただいて、グループ化。で、グループ化のここを日付。で、集計するものを基準日入所数、日付、基準日入所数、入所増加数、入所減少数としていただくと、3月11日は、基準日の入所数が15人、増加数は1、減少は0という数字になります。同じように2日、3日、4日、5日、6日、7日と設定いただくんですけれども、変更する箇所がいくつかあります。まず2日後ですので、ここのね、値を2に変更します。3日の場合は3、4日の場合は4と。で、こちらですね、入所予定のところも、入所日以降、今日から1日後で以前、今日から2日後。なんで、1日後から2日後までの間で、今日から明日、明後日までの入所する方をピックアップしていく。対象の方も同じですね。なので、3日目の場合は、ここが3、4日やったら4というふうに増やしていっていただきます。でまたこれがね、非常に多くなりますので、1日ごとにですね、ブロック化していただいて、このようにしていただくと、次の設定もしやすいかなと思います。では、3日から7日まで作っていきます。1、2、3、4、5、6、7ができましたので、それぞれをまず一旦レコードを結合します。この作業をして全部つないでいきます。はい、すべてつなぎました。設定で全てを含める、全てのフィールドを含めるにしていただくと、10日、今日は15人、明日は15人で1人増えるよ。12日は15人で1人増えて1人減るよ。13日は、13日以降はね、レコード作ってないので、増加と減少を作ってないので、そこから変わらずですよというね、数字になっています。で、このままね、セットして均等で計算してもいいですが、今回は、ここでですね、その日の予測入所数を知りたいので、数式で基準日の入所から増加を足して、減少を減らす。最終的にね、入所数がどうなるかっていう推移が見えるようになりましたので、最後、出力アプリを持ってきまして、アプリ選択で稼働予測。更新のキーを日付にしまして、日付入所者数。これで一度アプリを更新します。では実行してみましょう。すると稼働予測で数字が入っていますね。こちらで13日に1人入所予定の方がいるとしましょう。今登録しましたので、もう一度実行をしてみます。はい、するとですね、先ほどここが15やったのが16の数字に変わっているかなと思います。スケジュール実行で夜の11時とか夜の10時にする。それまでに設定を終わらせておくというような設定にするのか、それとも先ほどみたいな形で利用者管理のレコード情報を追加とか編集したたんびに、これを動かすリアルタイム実行するかのどちらにするかを選んでいただいて、設定いただければいいかなと思います。今すぐ情報が欲しい場合はリアルタイムでもいいかなと思いますし、明日の朝の会議のためにね、情報を作るっていう場合はスケジュール実行でもいいかなと思います。1日の API リクエスト数が1万を超えるとかっていう数であれば、スケジュール実行であったりとか、調整は必要かなと思います。このような形で、こちらのチャンネルでは、クルーデータ以外に、クルーシート、クルーダッシュボードのドリルも公開していますので、ぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。